ここが好きだよ日本人へようこそ。洋食と聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？ハンバーグやスパゲッティ、サラダにポトフなど様々な料理が海外から伝わってきています。家やレストランで何気なく食べている料理。食の欧米化が進んだ日本では洋食が食卓に上ることも珍しくありません。実は我々が洋食だと信じて疑わない料理の中には日本で生まれた料理もあるのです。海外から取り入れたものを独自に改良し、オリジナリティあるものを生み出すのは日本の得意技。この工夫する精神こそが日本の文化を発展させたと言っても過言ではありません。今回はイタリア人が驚愕した日本独自のあるスパゲッティ料理についてお話を聞いてみましょう。こんにちは。私はジュリア。イタリアはミラノ生まれの26歳よ。ミラノの 3G という有名なファッションデザイナーたちがいたように、ミラノはファッションの街として有名なの。そしてミラノ出身の私自身もおしゃれが好きなの。イタリアには様々なファッションブランドがあるわ。グッチやプラダのようなラグジュアリーブランドからスーツやシャツ、デニムのブランドなんかもあるわね。イタリア人は服の色合わせにもこだわりがあって、紺色と茶色を合わせるアズーロ・エ・マローネっていう組み合わせがおしゃれな男性に人気だわ。そんな私が日本に旅行することになったのはちょうど1年前の話。その時、日本のファッションブランドに興味があって日本限定の商品を手に入れたかったの。そのブランドは世界的に有名なんだけど、とにかく黒い服が多いの。私たち欧米人は黒を好まなかったわ。もう服のイメージが強いもの。でもこのブランドヨウジヤマモトは大胆に黒を生かした服を世に出してファッショニスタたちに衝撃を与えたわ。このヨウジヤマモトの服を買うために私は東京へ旅立ったの。空港を出て東京に着いた時、お腹が空いていたわ。朝ごはんを食べそびれたのよ。だから近くの喫茶店で昼食をとることにしたわ。日本の大衆食堂がどんな感じか見てみたいものね。イタリアでは大衆食堂であるトラットリアが人気なの。マナーなどを過度に気にしなくてもいい気軽な食事どころとして私もよく利用しているわ。レストランはイタリア語ではリストランテといってマナーが要求されるお店だからあまり馴染みがないわ。まあママの料理が一番なんだけどね。お店に入るなりいらっしゃいませと声をかけられたから困惑したわ。どうやらお客さんに対して声をかけるという文化が根付いているみたいね。席についてしばらく待っていると水とおしぼりが出てきたの。大衆食堂でこれだけ高いクオリティの接客が見られるだなんて、日本の社員教育のレベルは高すぎるんじゃないかしら。嬉しかったけど少し心配になってきたわ。レシピを読んでいるとスパゲッティ料理が書かれていたの。その中にナポリタンって料理があったわ。正直驚いたわ。イタリア人の私でもナポリタンなんて料理聞いたことないもの。写真のスパゲッティ料理にはソーセージが添えてあったわ。ナポリなのにドイツのソーセージとは何事よ。イタリアンならサラミやモルタデッラのようなイタリアのソーセージを使いなさいって年がいもなく憤慨しそうになったわ。どうしてこんなに怒るのかって。イタリア人はファッションだけじゃなくて食事にもこだわりがあるの。世界的に有名なパスタはイタリアではデュラム小麦のセモリナという粉で作ることが法律で義務付けられているわ。パスタに対するイタリア人の情熱が感じられるでしょ。地元の素材を活用した美味しいスパゲッティには最高のトマトを合わせたいもの。イタリアのトマトには生で食べるものからソースにもってこいのものまでいろんな品種があるのよ。知名度ではフランスに劣るけど
ワインだって美味しいわ。これはイタリア人に対する挑戦状だと思ってそのナポリタンとやらを頼んでみたわ。しばらくして出てきたのはトマトケチャップが絡まったスパゲッティ。ピーマンとソーセージ、玉ねぎが一緒に炒められて添えられているの。炒めたスパゲッティなんてイタリアじゃありえないから新鮮だったわ。甘い香りがしてお腹が空いていた私はすぐさま食べ始めたわ。ソーセージと野菜のうまみが口の中に広がったわ。そのうまみにケチャップの甘みが加わってイタリアのスパゲッティとはまた違った美味しさがあったの。あまりに美味しかったからこの店のオリジナル料理なのかと気になって調べてみたらどうやら日本独自のスパゲッティ料理なんだそう。まさか日本人がスパゲッティをここまでうまく使って美味しい料理を開発しているだなんて思わなかったわ。中国生まれのラーメンが日本で独自に進化を遂げているようにイタリアのスパゲッティも日本人の手にかかれば斬新な料理になるのね。このナポリタン、喫茶店で広く提供される人気料理なんですって。日本といえば懐石料理や味噌汁、納豆のイメージだったわ。でもよくよく調べてみれば東京で人気の天ぷらの起源もポルトガルらしいから昔から海外の料理を取り入れるのがうまかったのかもしれないわね。海外の文化を取り入れてアップデートされていく和食、なかなかに侮れないわね。その後無事に幼児山本の日本限定アイテムを入手できたわ。前々から気になっていたブランドだったから買えて嬉しかったし、限定品だからみんなに自慢できるの。お買い物も済んだことだし晩ご飯にしたいところだったけど、お昼に食べたナポリタンが衝撃的だったから晩ご飯も面白いものを食べたいと思ったわ。寿司や天ぷらみたいな日本の名物料理を食べるのも悪くないと思ったけど、日本独自のスパゲッティ料理について気になっていた私は和風パスタを提供しているレストランに行ったの。私は一人で来ていたからすぐに入れたわ。ここでも水とおしぼりが出てきたわね。やっぱり無料で出てきたの。日本の接客基準はどこのお店でも高いだなんて驚きよ。生まれた時からおもてなしの英才教育を受けてるんじゃないかってぐらい、どの店員も親切で愛想よく接客してくれたわ。メニューを開くとどのスパゲッティ料理も日本流にカスタマイズされていて見応えがあったわ。その中から私はたらこスパゲッティを選んだの。イタリアにも魚卵を使ったスパゲッティ料理はあるけれど、日本人も独自に魚卵入りスパゲッティを生み出しているのね。しばらくして頼んだたらこスパゲッティが私の元に来たわ。麺にたらこが絡まっていて上に海苔がかかっているの。すぐさま巻き取って口に入れたわ。クリーミーな味が口の中に広がったわ。それだけじゃないわ。たらこのプチプチとした食感が楽しめる上に、たらこが潰れるたびに濃厚なうまみが飛び出してきたの。この濃厚な味にアクセントとして加えられているレモン果汁も合っていたわね。他にもいろんなスパゲッティがあったわ。キノコを用いたスパゲッティがあって、日本のキノコは見たことないものばかりだったから驚いたわ。エリンギは知ってるけど他のはわからないからまた調べるわ。イタリアではポルチーニやアミガサタケをよく使うから日本のキノコにはあまり詳しくないの。他にも和風パスタのメニューによく書かれていた言葉があったわ。それはだしよ。日本人は和風の味付けを行うときにだしをよく使うみたいだけれど、その素材が気になるから調べてみたわ。どうやらいろんな種類があるみたいね。昆布という海藻や魚にカビを生やして乾燥させた鰹節、干しキノコなんかがあったわ。キノコは椎茸を使うことが多いみたい。この組み合わせ、私たちがよく料理に用いるスープの原材料に似ているわね。イタリアでも旨味を出すために干しトマトや鶏ガラスープ、干したアミガサタケを用いるわ。
異なる旨味成分を合わせることでさらに料理が美味しくなるから、日本でもイタリアでも素材を組み合わせることが多いみたいね。日本人の料理に対するこだわりが垣間見れて、同じく料理を愛するイタリア人としてリスペクトせずにはいられないわ。でも日本人の料理へのこだわりはそれだけに止まらないの。日本人は世界で初めて旨味の成分を発見したそうよ。しかもその成分を使って世界初となる化学調味料の味の素を開発したの。より美味しい料理を作るために科学を取り入れる日本人の発想の柔軟さには驚かされたわ。味の素の主成分であるグルタミン酸ナトリウムは今も世界中で旨味を引き出すために使われているわね。スナック菓子の袋にも記載されていることが多い成分だもの。私たちが気軽に美味しい料理やスナック菓子を食べることができるのは日本人のおかげと言っても過言じゃないわ。帰国する頃には日本のイメージがガラッと変わっていたわ。日本の料理にはこだわりがあるの。私たちイタリア人の料理に負けないぐらいにね。それは伝統的な和食のイメージもあるから以前から知っていたのよ。でもそれだけじゃない。外国の食材や科学の世界を取り込んで料理を発展させていくという日本人のフレキシブルな発想に驚かされたわ。こだわりを持ちながらも新しいものを取り入れていくだなんて離れ技を見せられるのは、日夜貪欲に美味しい料理を作り上げようと努力している証拠よ。同じく美食を追求するイタリア人として敬意を表するわ。日本では有名なスパゲッティ料理であるナポリタン。実はこれは日本オリジナルの料理なのです。当初は主に喫茶店で振る舞われることが多い料理でした。第二次世界大戦後に日本に進駐していたアメリカ軍人が食べていた軟質小麦のスパゲッティとケチャップを合わせたものや、スパゲッティ with ミートボールに着想を得て作り出された料理とされています。ケチャップを味付けに使うのはアメリカの影響を強く受けている証拠。アメリカの兵隊食の缶詰スパゲッティはケチャップに近い味付けがなされているので、アメリカ人はケチャップ味に馴染みが深いのです。また、あえて長く茹でることでアメリカ人好みの柔らかい麺を再現しています。具材と一緒に炒めるという工程を含んでいますが、これはスパゲッティ発祥の地イタリアでは見られない調理法。このように海外の食材を用いて独自の料理を生み出すのは日本の得意技の一つと言っても過言ではありません。我々が慣れ親しんでいる洋食のメニューの中には、実は日本独自の料理がラインナップされているというのは驚きですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。